いきなりジョンです。今回ね、ナビベースカップアップクルーというクランですね。ライブギリギリ間に合ったのでね、ライブで撮影していきたいと思います。対戦のね、アタックの方まで飛ばしていきたいと思います。早速やっていきましょう。先行ナビの方から、51かな ?51 天才ピーカス。インフェルの檻になると思うんですが、降りそうなとこは、真ん中目なんで、そこにもあるのか。ここか、ここか、ここって感じだけど、どこに打つかな。割とここが強そうではあるけど、どうでしょう。3時にキングでイーグル砲のところを狙っていきます。で、スニガブ追加をしていってなんですけど、迫撃入った、ギリギリかわしている。で、やはり天才はそこを打ってきましたね。からウォールブレーカー繋いでいって、キングの道を作っていく。やっぱジャイアントガントレットついていることでね、キングの伸びは期待していきたいですよね。スニゴブさらに追加してサイド流しつつ、クイーンそっちなんだ。で、ウォールブレーカーつけていって、もう一回ジャイアントしっかり対地クロスのタゲを取り続け、本命のアイスゴーレムも入れていく。うまい。ターゲットと HP の管理がめちゃくちゃうまい。おー、始まる始まる。そうか、もう、時間も意識したね、展開を入れてますね。ここは突撃艦でタウンホール見つつ、スペースステーション時代のね、タウンホール15の頃のやり方にすごい似てますよね。ピーカスがもともと得意にしてた形。突撃艦タウンホール届けつつ、タウンホール区画の裏が単体施設の時は、ウォーデンつかないラバルで成り立つよねってことで、こういうやり方をね、昔からやってますね。クイーンなんでそんなに HP 残ってるんですかっていうフルヘルス、フリーズも2発残った上で、キングをしっかり固めることでストライカーを延命しようと思ったんですが、ここは失敗。できた場合にね、時間が少しでも早くなるっていうところでね、いいフリーズだったかなと思います。もう今の時代ね、もう時間がすごい重要だから、ロイヤルチャンピオンも、しっかりね、毎回ヒーローギア付け替えて偉いですね。早いやつつけてます。対戦相手はルートライダー編成。さっきのは1分44秒の全開だったみたいですね。もう1分台の全開を目指そうっていうコンセプトのナビ。この配置は、トライブも使ってたよね。すごいバネがぴょこぴょこ出てきますが、うまくヒットせず、ルートライダーバネ飛ばないのも強いところですね。ここは、ドリルを使っていきましたね。ドリルロイちゃんをもう早くも6時展開しているような状況です。で、スケルトンのターゲットもしっかりね、シングライティを固めるために取りつつ、レイジを置いてからの一気のトーム、ストライカーにはトーム入りませんでしたが、盾がある程度いるので、キングには届いているっていうような状況ですね。届いたけど、ここで溶けていく。タウンホールに寄りすぎちゃったところと、これは最近流行りのクイーンを外周流しのスタイルのクイヒールートライダー編成、クイヒーじゃないや、ルートライダー編成というところで、援軍に捕まらないっていうところと、外側歩かせることでね、結構クイーンの方もね、仕事をしてくれるのが強いよね。クイーンとロイちゃんで半分見て、今の援軍の傾向的に結構アイゴレだったりとか、ラバハウンドだったりとか、それこそスーパードラゴンとか、そういうユニット入れてないと、なんか、厳しい援軍っていうものが出てこない。この前ね、逆にスーパードラゴンをね、防衛援軍で入れるっていうのでハマってたこともありましたが、他の援軍だとなかなか対応しづらいですよね。あとはロイヤルチャンピオン能力なんだけど、今の環境のロイちゃんの能力残ってんの相当強いからね、ここはブーメランからの、通常のやつか。普通のやつですらもはや、普通に強いからな。さあ、前回まで伸ばされていってと、一直線にね、4時のところからタウンホールの方に向けての全開も取れてたんですけど、横から入っても取れていくと。さあ、ガクもここはルートライダー編成ですね。ルートライダーバルキリーということで。タウンホール側から、出た。タウンホール側から入って強いのやばいよね。10日弊社型で外周流して、反対から行くときは、ウッドランチャーとかね、ドリルを使っていく。で、タウンホール側から行くときは、ウッドランチャーを使うメリットみたいなのが全くないんでね、タウンホール近すぎて。そういったときは外周部に10日弊社を流していくっていうやり方ですね。こういうやり方なんだろう。スーパードラゴン出てきた。クイーン外周流してくるから、こういう時にスーパードラゴンがちょっと刺さりますよってやつね。で、タウンホールがなんか、ルートライダー以外のユニットで起動してあげないとね、これタウンホール起動しないんで。で、一気のトーム。援軍に触れるやつはいないかな？
ポイズンリザードではないからね、環境的に。ディギーをウォーデンにつけるのが今流行ってるので、スーパードラゴンを無視しなきゃいけないんですけど、ウォーデンと10日弊社のウィザードが触ってくれました。まあいい感じに10日弊社中に合流しましたね。ウィザードが一気に投石機ぶち抜かれていって、遠距離攻撃を失っていきます。さあ、スケルトンを置きつつ残してたバルキリーとかも合流させていって、あとはロイヤルチャンピオンをタンクさせていくだけなんですけど、もう余裕そうですね。キングの方もフィスト使って、最終投石エリアも削りつつ、10日弊社のいいところはこういうところで、数でゴリ押しが効くので、ルートライダー編成って出した後終わりなんですけど、ユニットね、待つところも。外周部のところもしっかり触ることができる。さあ、ロイヤルチャンピオン高速化とホグ追加ってところで、これ回収力非常に高い。タイム見るならこのセットめっちゃ強いかもね。1分31秒。さあ、スパチャか。スパチャ型のルートライダースーパーバーバリア編成にヒーラーがついた形ですね。この方ももともとは、なんだっけあれ。エレクトロタイタン編成で最初流行ったよね。トツアちゃんのエレクトロタイタン。おお、それ強いんじゃない？はい。素晴らしい。ナイス、巨爆2連。終わりですね。こんな巨爆スペースあるところに投げ込むなんてヤンキーだなという感想がね、あるんですけども。だいぶリスキーなことやってるってことをね、自覚した方がいいですね。これはね、しっかり。もともと突撃艦のね、こういう系の編成って、シンプルにただただリスキーなことをやってるんだけど、その中でもなんかそのリスクをどれだけ抑えられるかみたいなやり方、突撃艦の投げ方だったり、落とすところとかのね、重要になってくるんですけど、今回はもうドシンプルにドヤンキーだったね。しっかりトラップがあると機能しないっていうところに落とさせたっていうような防衛になりそうです。いや、これ気持ちいい防衛入りますね。さあ、9時の方もまだ残ってるアーチャータワー、ウォールブレーカーの方が後付けでついて、クローンとか確かにこれもう、どうしようってなってる。ヒーラーとか増やしとく。もはや。ロイヤルチャンピオンの方も、とりあえず真ん中貫通させるように出して、インビジブルだけはね、達者なんでね、めちゃめちゃありますね。あ、ディギーついてる。ウォーデンにフォックス使ってんの？斬新だね。ウォーデン・フォックス、ロイちゃん・ディギー。さあ、ロイヤルチャンピオンをクローンしていきたいところですが、なかなかそれはできない。増やせるユニットがもうスーパーバーバリアンぐらいしか残ってないかな。対戦ね、ちょっと今後のことを考えると、破壊率はね、最低でも伸ばしていきたいところですね。さあ、どこまで伸ばせるかってところですが、クローンかかったスーパーバーバリアンが9時をクイーンと一緒に動かす。こういう使い方しかもう残ってなかったので、しょうがないかなと思いますが、なんか1体とかね、下の方6時とか出しとくだけでも、なんか全部出しちゃったのもちょっともったいないなって感じですね。でも大きく事故った時って冷静さをね、保てないことも結構あるあるなので、大きく崩れてしまったかなというところですかね。75%。さあ、カズマくん。今のね、防衛できるとすごい気が楽になりますしね。時間勝負はもういらなくなった上で 75% なので、ゆっくり確実に、最低でも75以上の破壊率で良いというような条件になったんでね。ここはゆっくりシューターを使いつつ、12時の方からシューターを、クイーンを展開して、天才真ん中を追って、その奥をね、追っていくというような形です。さあ、確かにそれは強いな。左サイドが空に対応する防衛施設がなくなったので、ベビードラ無双ができるので、そこをしっかり管理しつつ、ゴーレムでタウンホールをめがけて、進むような感じですかね。プラスでこれスーパーホグ入ってるね。ルートライダーじゃなくてスーパーホグということでね、ここも強化されたユニットを使っていくのいいかなと思います。さあ、トルネードゴーレムが吸ってくれた。しっかりこういうところゴーレムを盾にしたメリットが出てきたかなと思いますが、さあ、対地クロスを先に降りたいんだけど、アイゴレに捕まる前に折ってくれました。ちょっとゴーレム生き残りすぎて、それタウン起動しそう。危ねえ。9時シューターの方はちょっと届かなかったですね。さあ、アイゴレフリーズもタウンホール前かかりつつ、
タウンホールに黒く合わせれる準備がしっかりできて、スーパーホグの方も、ちょっとウォーデン追いつけてない。入った。ここでトーム。これは、普通にライフオーラかな？ HP、今まで通りのやつですね。で、フリーズとインビジブルが1枚ずつ残ってるんですけど、シューターが投石の方結構削ってくれてるので、ちょっと触るだけで落とせるような状況。ルートライダーと比べちゃうとやっぱ HP っていうところは結構低く見えるね。こうやって見ると。スーパーホグは結構溶けてってはいるんだけど、終点までロイヤルチャンピオンの能力を残せればそれだけでいい編成なので、ロイヤルチャンピオンブーメランしっかりかけていって、回収も入れて、ロイヤルチャンピオン、しっかりインビジブルも残ってて、数で押し切っての前回ガーサス。対戦相手61天才のラバル、ドリルセット型、オーデンディギですね。最近結構ラバルでもオーデンディギにする人増えてきた印象ありますね。6発撃っちゃうんだね。2発残るからエアスイ両サイド折るのはありだったかなって感じですが、スニゴブ、ウォールブレッカー開けつつ、なるほど。誰だっけ？ヨヨがこんな食い火じゃない、このスーサイドやってたかな。テスラがここはかなり対策されつつ、ジャイアント、もうキングをすごい手厚く守りますね。トライブとの対戦でね、相手がやってたのをなぞりに来たって感じだと思います。タウンホールの方を、前回はこれでね、金庫の方にね、トルネードで流れてタウンホールが取れないっていう形になったんですけど、どうでしょう。クイーンの方も黒く漏れそうじゃないそれ。漏れたやったー。タウンホール漏れないんじゃない？どう？アイゴレだよ、それは。何をしてる、キング。ターゲットがうまくいかなかったっすね。さあ、ドリルロイちゃんスタート。前回のね、トライブ戦でもちょっと似たような感じでね、タウンホールギリギリ取られちゃって、みたいな感じだったんですけど。そもそものプランが良かったからな。ただ、ロイちゃんもここで HP 瀕死になってるのはめちゃくちゃいいですね。能力吐かせられればベストだったんだけど。タウンホール残ったら、この感じだと守れそうな雰囲気もあったんだけど、やっぱりラバルの差みたいなところは出てきてるかな。やっぱね、世界トップの選手とのラバルと比べられちゃうとっていうところもあると思うんですが、さあ、ロイちゃんの方がギリギリの HP、能力は吐かせることには成功しましたが、バルーンの数も多いですね。時間は相当ね、かかる全開にはなりそうなんですけど、ロイちゃんフォックスが強えな。テスラおられないように頑張ってそこは耐えて、ギリギリ耐えた。さあ、対空砲頑張れ。頑張ったところでちょっと数が多いな。ちょっと数が多いですね。ロイちゃんとウォーデン一緒に動かしていくときは、空編成でやってもウォーデンにディギーをつけていくっていうのは結構ありですね。潜ってくれるからね、ディギー自体も。隠れるフォックスと潜るディギーとで、両方隠れれるんで。さあ、星361天才のラバル。モノリス投石とか投石ね、対地クロスレイジターとかそことかね、結構61で、投石がね、レベル上がってないことでめっちゃ折れるとこ多かったっすね。さあ、スニゴブカットからキングクイーン入れていって、もう時間勝負じゃなくなった関係でこういう天才もね、先に打つことができますね。時間勝負だった時はキングとクイーンを展開してから天才を打つっていうところで。若干だけど、この羽がね、ドラゴンキングもね、羽がドカドカ大きくなって羽ばたくのいいね。で、ベビードラ外周流しつつ、タウンホールの方まで簡単にしっかりクイーンの方もコントロールしていく。もう形できてますね。で、アイゴレつけつつ下からラバル展開。なんか、もともと持ってきてるいつもの編成で使うとこなくなったから投げたとか、そういう可能性あるかもしんないのと、キングのターゲット取るとかそういうのもあったのかな。ストライカーでしっかりもうヒーロー処理ができまして、あと怖いとこはもう特にないですね。シングル IT というところ。あとは真ん中のところにしっかりドリルも入ってくれてるんですけど、マルチアーチャーターンのところかな。
真ん中突破できるかというところ。バルーンが結構、ウォーデンがね、ついてってないことで、どんどん落ちていっているっていうところ。マルチアーチャーとは2連が結構残ってるんですけど、さあ、来ました、ホグロイちゃん。新ギア2個つけてますね。ヘイスト薬、ツインよ。ヘイストとホグで一気に解決しました、中心部。バルーンだけだとちょっとね、怪しくなったところだったんですけど、ロイヤルチャンピオンのね、新しいギア2つが簡単に勝利しましたね。対戦相手、デイビッド・キシャモリ。デイビッド・キシャモリ来た。かの有名なデイビッド・キシャモリですね。さあ、キング・クイーン展開していっての6-1天才です。反対サイド追っていきましたね。真ん中がシングルインフェルノなんで、まあこの辺はラバルでやるときに結構簡単に処理ができるからっていうところで、中心部のところはドリル・ロイちゃん、アイゴレも付け足していきます。さあ、キングがここは、フェニックス強いね。ハイダメージを継続でどんどん入れていきつつ、タウンホールの方は、これいいラバルだね。かなりタイムも出そうな感じでテキパキ、いいタイミングでどかどか展開してます。ドリルロイちゃんの方もキングには捕まっちゃうんだけど、ストライカーとかはもう投げ切っちゃってるって感じかな。届いたね。反対サイドから届いたね。トームに乗ったところが。これめっちゃいいね。いいラバルしてる。タウンホールの方もしっかりクローク合わせつつ、裏にもバルーンを残してやるので、フリーズとか60打っちゃっていいんじゃないかな、これは目指すなら。最高タイムを目指すなら絶対60打ちたいところだったけど、対空放れないから。さあ、ブーメランとか飛んできますが、かなりいいラバルですね、これは。いいタイム。めっちゃいいラバル。ヒーローパートもすごいスムーズにね、テキパキやりつつ、ラバルパートへの移行もスムーズだったし、素晴らしい !1 分11秒 ?21 秒素晴らしい。さあ、編成は6-2天才のラバル。突撃艦、タウンホールが真ん中なんで突撃艦って感じですね。突撃艦が結構、ポイズンタワーも美味しいっすからね。突撃艦で据えるのが。イーグルか、6-2か。イーグルモノリス、マルチアーチャータワー、バリューがでかい。で、キングを、6時入れて、クイーンを、そのまま流して投石とか取りつつっていう形かな。いいウォールブレーカーだね。これしっかりこっちの方向から流すことで、ギリギリキングの方も合流できるところ届いていく。さあ、いいタイミング。アイゴルにしっかりクイーンのターゲットはさせつつ、素晴らしい。キングがこっちに戻ってきてほしい。よし、あっちに。キングに釣られるとちょっとめんどくさかったんだけど、縦のキングが継続です。ウォールブレーカー2枚目入れて中心部開けていく。ポイズンタワーとか内側の施設もある程度ケアできるようなところかな。長弾大砲はね、ラバルからするとそんなに関係ない施設なんですけど、ラバルのルートを作るような意味合いがでかいですね。で、ここは、ちょっと、誰だユニコーンが解かれされちゃったんだけど、ポイズンタワー先に折れんの偉いね。安い持ってシングル相手もここちょっと、フローズンつつ、ロイヤルチャンピオンへの被弾もこれで、シングル折り切れんのそれ、ツインよ。で、突撃艦合わせつつ、一気のトーム、真ん中はポイズンタワー吸いつつ、タウンホールの方が、中身のイエティで落とすことができます。ちょっとバルーンの方に投げたのかな、ストライカーかなんか投げて、投げましたね。裏からもラバル追加していって、ストライカーが一応3体残ってるんで、あの辺折れたところから、そうですね、迫撃が折れてからストライカー投げ込み、フリーズヘイスト一発ずつ、マルチアーチャーターにフリーズヘイスト終わりですね。ナイス。あとはロイヤルチャンピオン能力もあった。余興。うまい。天才ラバルもね、6-1じゃ折れなくなってしまった環境にはなったんですけど、投石とかが、それでも全然、形としてね、残ってますね。無事パーフェクト勝利。バーサス。対戦相手ラストアタックはライドラッシュ。ロケバルが4体入ってる形で、対空砲を折るのかな。両サイド対空折りそうですね。こっちは折れない。おい、ナイスですわ。いいホーミング。さあ、しっかりテスラを確認するバルーン投げたのさすがですね。バルーンをたくさん使わせましたが、しっかりタウンホールのところ、タウンホールじゃない、対空砲の方までね、降り切るのができましたね。さあ、ここもバルーンしっかり出してホーミング。ドカドカ吸っていく。ドカドカ吸っていく。めっちゃあるね、ホーミング。さあ、ここでナイスヒーリングトーム入れて、赤バクの方も吸っていく。さあ、レイジをドカドカ置いていって、いいライドラだな、これ。
タウンホール側から入っていく形。まあ、ルートライダーもね、タウンホール側から入ってこういう感じでヒーリングトームでどかどか進むみたいなのの空版みたいなイメージで、まあ、ライドラの場合はこうしてね、対空砲が弱点なので削ってあげる必要があったのでっていうところ。対レイジフリーズ中心部置いてあげたことで、中心かなり伸びている。さあ、もう一発撃てるか？投石区画がちょっと残って、反対サイドはボマーがね、入ってたので、スーパードラゴンも加担してますね。で、キングロイヤルチャンピオンなんですけど、ありえないぐらいの陸罠が出てます、ここ。陸助トルネ巨爆小爆みたいな、なんかすごいです、この四軸角が。とんでもない殺意で、ここも巨爆がヒットして、ロイヤルチャンピオン何もしてないのになんかすごいもう巨爆だけ食らってあんなダメージになってないきっと。ものすごい火力が出てますね。ウォーデンの方は、ここは、ボックスついて溶けていって、まあ、それでも貫通ができましたね。ロイヤルチャンピオンの方はブーメラン投げていって、まあ、四軸角の跡地がすごいですね。なんだこの巨爆。まあ、しっかりね、ヒーローがちゃんとそこには来てたんですけど、うまく止めることはできず。まあ、多分、スーサイド系のキングとかそういうの狙ってたんだとは思うんですけど、惜しかったですね。はい、というわけでね、終わりまして、15対14ということでね、終わってみれば大接戦。最初の方のね、スーパーアーチャーがね、大事故に終わったやつが伸ばされていたら、すごい危ないところではあったんですけど、いい巨爆2連でね、守ることができましたね。まあ、タイム的には16秒差というところで、まあ、終盤のね、ナビのアタックの方はそんなに時間意識しなくて良くなってるんで、まあ、もうちょい早めれるところはあったとは思うんですけど、まあ、おそらく相手にパーフェクト取られてても、タイムで取れるような意識っていうのがね、できてたんじゃないかなと思います。ナビの場合はもう本当にパーフェクト前提プラスのね、時間を相当意識してプレイしてるなってところで、ナビの相手は、なんか強いところ以外はやっぱり、時間というよりは確実に全開を取ってっていうところがやっぱり前提としてね、まあ普通の対戦そうなんだよね。普通の対戦はそうなのよ。とりあえず全開を取りたいっていうプランと、全開は当然で時間を早めたいっていうプランと、うん。この差がね、やっぱタイム勝負になった時に大きいかなっていうところですね。はい。というわけでね、本日こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。